あなたは自分をどのようにして表現しますか？私は自分自身を描く。それが私が最もよく知っている次第だからだ。フリーダ・カーロ。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は、フリーダ・カーロの言霊を紹介していきます。フリーダ・カーロは、私は自分自身を描く。それが私が最もよく知っている次第だからだと述べ、自分を描くことで独自の芸術スタイルを築き上げました。この動画では、自己表現と自己認識の重要性を示しているこの言霊を深掘りしていきます。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、まずフリーダ・カーロのルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。お恥ずかしながら、フリーダ・カーロさんについての知識はゼロでした。少しだけ調べてきましたが、画家であり、波乱万丈な人生を送った人だというところまでは分かりました。まずは、生い立ちや家族の背景について教えてください。こんにちは、ハミルさん。事前に下調べしてくるなんて、やる気に満ちているね。では、早速生い立ちや家族について話していくね。フリーダ・カーロは、1907年7月6日にメキシコシティ近郊のコヨアカンにある青の家、カーサースールで生まれたんだ。彼女はメキシコの著名な画家で、自己の内面とメキシコ文化を強く反映した作品で知られているんだ。フリーダの父親はドイツから移住してきた写真家のリジェルモ・カーロ。母親はメキシコの先住民族とスペインの血を引くマティルデ・カルデロンなんだ。家族は多くの困難に直面し、特にフリーダが6歳の時にポリオを患い、右足に障害が残ったことで、彼女の人生に大きな影響を与えたんだ。フリーダは4人姉妹の3番目で、彼女の家族は愛情深くも厳格な家庭だった。特に父親との絆は強く、彼女の想像力と芸術への関心を大いに刺激したんだよ。このような背景から、フリーダ・カーロは自分自身の体験と内面を絵画に反映させることで、独自のスタイルを築き上げたんだ。彼女の作品には痛みと戦う姿勢、自己認識の深まりが色濃く現れているんだ。家族との絆がとても強かったことが伝わりました。とても気になるのは、右足に障害が残ったという点です。その影響についても知りたいですし、そこからどのように画家としてのスタートを切っていったのか、また、支えになった人物について知りたいです。ポイントを押さえた素晴らしい視点だね。では、まずは彼女の健康問題とその影響についてお話ししていくね。フリーダは6歳の時にポリオを患い、右足に障害が残ったんだ。この病気の影響で彼女の右足は細くなり、歩行にも困難が伴った。この経験は彼女に深い心理的影響を与え、後の作品にも反映されているんだ。さらに、18歳の時に交通事故に遭い、背骨や骨盤に深刻な損傷を負っている。この事故は彼女の健康に長期間にわたって影響を与え、数々の手術と入院生活を余儀なくされたんだ。事故後、ベッドでの長い療養生活が始まるんだけど、その間にフリーダは絵を描き始めたんだ。母親が特注のイーゼルを用意してくれ、ベッドに横たわりながらでも絵を描くことができたんだ。この時期に彼女は自己表現としての絵画に深く没頭し、自分自身をテーマにした多くの自画像を描いたんだ。フリーダにとって絵を描くことは痛みや苦しみを乗り越える手段であり、同時に自分自身を見つめ直す方法でもあったんだ。さらに、フリーダの支えとなった人物の一人が、メキシコの有名な壁画家、ディエゴ・リベラなんだ。フリーダがまだ若い頃、ディエゴの作品に魅了され、彼に自分の絵を見てもらいたいと思ったんだ。彼女の作品を見たディエゴは、フリーダの才能をすぐに認め、二人は恋に落ちた。彼らは1929年に結婚し、ディエゴはフリーダの芸術活動を強く支援したんだ。ディエゴはフリーダにとって芸術的なインスピレーションであり、彼女の作品に多大な影響を与えた。彼らの関係は時に波乱に満ちていたけど、ディエゴとの絆はフリーダの創作活動を大いに刺激し、彼女が独自の芸術スタイルを確立する助けとなったんだよ。波乱万丈に満ちた人生って意味がよくわかりましたし、すごく興味が湧いてきました。フリーダさんの代表作とかも知りたくなりましたし、社会や文化に与えた影響も知りたいです。そして、現代にどんな影響が残っているのか、なども教えてもらえたら嬉しいです。そうだよね。彼女の人生の物語は、心を引きつける何かがあるよね。それでは、代表作となるものを3つだけ紹介していくね。俺たちをね。この作品は1944年に描かれた自画像で、フリーダが背骨の手術を受けた後の痛みと苦しみを描写しているんだ。
フリーダの裸の体は背骨の代わりに崩れかけた石の柱が描かれ、その上には多くの釘が刺さっている。彼女の苦痛と絶望を象徴しつつも、同時に強さと耐久力を表現しているんだ。2つのフリーダ。1939年に描かれたこの作品は、フリーダの内なる葛藤と二面性を表しているんだ。2人のフリーダが手をつなぎ、それぞれの心臓が外に露出している。右側のフリーダは伝統的なメキシコの衣装を着ており、左側のフリーダはヨーロッパ風のドレスを着ている。これは彼女のメキシコとヨーロッパの文化的アイデンティティの間の葛藤を象徴しているんだ。ディエゴと私。1949年に描かれたこの自画像では、フリーダの額にディエゴ・リベラの顔が描かれているんだ。これは彼女がディエゴに対する強い感情と依存を表現しているんだ。また、ディエゴの目は第三の目のように描かれ、彼の存在がフリーダの全てを見通していることを示しているんだ。さて、次はメキシコ文化と政治への影響について話すね。フリーダ・カーロは自身の作品を通じてメキシコの文化と政治に大きな影響を与えたんだ。彼女の作品はメキシコの民族衣装や風景、先住民族の文化を積極的に取り入れている。これにより、彼女はメキシコの民族アイデンティティを強調し、メキシコ芸術の独自性を世界に示したんだ。また、フリーダは共産主義の支持者であり、その政治的信念は彼女の作品にも反映されている。彼女は社会的不正義や抑圧に対する強い批判を込めた作品を多く残しているんだ。彼女の政治的活動や思想は、メキシコの政治運動や左翼思想に影響を与え続けているんだ。最後に晩年とその後の遺産について話していくね。フリーダの晩年は健康問題に悩まされながらも、創作活動を続けたんだ。1953年にメキシコシティで初の個展を開催した際、病床にあった彼女はベッドごとギャラリーに運ばれ、やっとのことで出席したんだ。このエピソードは彼女の情熱と決意を象徴しているんだ。フリーダ・カーロは1954年に47歳と若くして亡くなった。しかし、彼女の遺産はその後も生き続けているんだ。彼女の作品はフェミニズム運動や自己表現の重要性を強調する上で大きな影響を与え、現代のアーティストや活動家にインスピレーションを与え続けているんだよ。また、彼女の家、青の家は現在フリーダ・カーロ博物館として一般公開されており、彼女の生涯と作品を多くの人々に伝えているんだ。映画や書籍でも彼女を知ることができるものがあるから、興味があれば見てみるといいね。フリーダ・カーロの影響は、彼女の芸術的な才能だけでなく、その強靭な精神と自己表現への情熱によって、今も多くの人々にインスピレーションを与え続けているね。不屈の精神って、まさにフリーダさんのためにあるような言葉だなって感じました。キュリー夫人やマザー・テレサの動画でも感じたんですが、私は強い女性に憧れちゃいます。フリーダさんの言霊にもあるように、自分自身を描くことが信念だったんですよね。やはり、言葉の奥にある深い意味についてお話ししていただきたいです。ハミルさんもきっと憧れている女性たちのようになれるよ。ご要望通り、次のセクションでは言霊の背景について考えてみよう。まずはこの言霊を残した時期と状況について整理していくね。フリーダ・カーロが、私は自分自身を描く、それが私が最もよく知っている次第だからだ。と述べたのは、彼女が事故後にベッドでの療養生活を送っていた1920年代後半から1930年代初頭にかけてのことなんだ。この時期、彼女は自分の内面と向き合い、自画像を多く描き始めた。彼女が自己表現を通じて痛みや苦しみを乗り越え、独自の芸術スタイルを確立する過程で生まれたものなんだ。自分の内面と向き合い、それを形に残していく。だからこそ、最もよく知っている主題、という表現になるわけですね。先ほど紹介してくれた作品も、やはりフリーダさんの内面を表現しているんですよね。その通りだよ。多くの作品の中でも特に、代表作である折れた背骨や2つのフリーダは、名言の背景にある作品だと言えるね。折れた背骨では、彼女の身体的な痛みと心理的な苦痛を表現しているんだ。背骨の代わりに崩れかけた石の柱が描かれ、多くの釘が彼女の体に刺さっている。この作品は彼女の内面の苦しみを視覚的に表現したもので、自己を描くことで自分の痛みを理解し、受け入れようとする姿勢が感じられるんだ。2つのフリーダでは、フリーダの内面の二面性を表現しているんだ。伝統的なメキシコの衣装を着たフリーダとヨーロッパ風のドレスを着たフリーダが手をつなぎ、それぞれの心臓が露出している。この作品は彼女の文化的アイデンティティと内面の葛藤を象徴しているんだ。そして、名言である。私は自分自身を描く。それが私が最もよく知っている次第だからだ。いくつかの重要なテーマやメッセージを象徴しているんだ。フリーダは自分自身を描くことで、自分の内面や感情、痛みを理解しようとしたんだ。彼女の自画像は、自己認識を深め、
自己表現を通じて自身のアイデンティティを確立するための手段だったということ。彼女の作品には身体的な痛みや心理的な苦しみが頻繁に描かれているよね。フリーダはこれらの痛みや苦しみを受け入れ、それを芸術に昇華させることで自分の強さと耐久力を表現したんだ。フリーダの作品にはメキシコの文化や風景、先住民族の伝統が色濃く反映されているんだ。彼女は自分のルーツや文化的背景を大切にし、それを芸術を通じて表現したんだ。彼女の言霊は彼女自身の芸術と人生における根本的なテーマを象徴していると感じ取れるよね。自己表現と自己認識の重要性、痛みや苦しみの需要、そして文化的アイデンティティの尊重が彼女の作品に深く根付いているんだ。すごい奥が深いんですね。フリーダさんはきっと自分に起きた波乱万丈な出来事を自分自身が理解して許容するために主題を自分の内面に置いたんじゃないでしょうか。もし私だったら目を背けてしまうかもしれないけど、フリーダさんの話を聞いて、もしかしたら厳しい現実も許容できるかもしれないと感じました。フリーダさんの言霊や作品はその当時の社会にどんな影響があったんでしょうか。そこから現代の文化にはどんな影響が残っているのか、そんなところまで教えていただけたら嬉しいです。彼女の人生の物語は知れば知るほど心が動くよね。ハミルさんの希望通り、まずは当時の話から進めていこう。フリーダ・カーロの作品と言霊は当時のメキシコ社会や文化に大きな影響を与えた。彼女は自己表現を通じて個人の内面や苦しみを芸術で表現することの重要性を示したんだ。自己表現と女性の地。フリーダの作品は女性の自己表現と自己認識を強調するものであり、当時のメキシコの女性たちに大きなインスピレーションを与えたんだ。彼女は自分の体験を隠さずに描き、女性の内面の強さと痛みを表現することで女性の地位向上に貢献したと言えるだろうね。メキシコ文化の再評価。フリーダの作品はメキシコの文化や風景、先住民族の伝統を積極的に取り入れている。彼女の作品はメキシコの芸術と文化の再評価を促し、メキシコの民族アイデンティティを強調する動きに寄与したんだ。政治的メッセージ。フリーダは共産主義の支持者であり、その政治的信念は彼女の作品にも反映されているんだ。彼女の作品には社会的不正義や抑圧に対する強い批判が込められており、政治的なメッセージを伝える手段としての芸術の可能性を示したとされているね。次に、現代におけるフリーダ・カーロの影響についてだ。彼女の作品と名言は、自己表現の重要性や個人の内面の探求、文化的アイデンティティの尊重を強調するものであり、多くの現代アーティストや活動家にインスピレーションを与え続けているよ。フェミニズム運動。フリーダ・カーロの作品は女性の内面の強さと痛みを描き、フェミニズム運動に大きな影響を与えているんだ。彼女の自己表現の方法は女性が自己の声を見つけ表現するためのインスピレーションとなっている。自己表現の重要性。フリーダの名言は自己表現と自己認識の重要性を強調しているんだ。現代のアーティストやクリエイターはフリーダの作品を通じて自己表現の大切さを学び、自分自身の内面を探求し続けることの重要性を感じることの助けになっている。多文化主義とアイデンティティの尊重。フリーダの作品にはメキシコの文化や先住民族の伝統が色濃く反映されているんだ。これは現代の多文化主義の考え方と一致しており、異なる文化やアイデンティティを尊重し、受け入れることの重要性を示しているよね。フリーダ・カーロの影響は彼女の生涯と作品を通じて今もなお強く残っており、多くの人々にインスピレーションを与え続けているんだ。彼女の言霊は自己表現と自己認識、文化的アイデンティティの尊重の重要性を私たちに教えてくれているんだ。本当に素晴らしい名言をテーマにしていただきありがとうございます。今、とっても心が動いています。ぜひ、私たちが未来に活かせることをディスカッションしたいんですけど、なんか感動で心がふわふわしちゃって。ハミルさんにとってとても心に響く内容だったんだね。未来につながるディスカッション、ぜひ次のセクションで話していこうよ。それではハミルさん、会話しやすいようにテーマを5つ提示するね。自己表現の重要性を学ぶ。自己認識を深める方法。困難を乗り越える力を身につける。痛みや苦しみを受け入れる方法。創造的な活動を通じて自己成長を図る。どれでも好きなものから話してみようよ。創造的な活動を通じて自己成長を図るについてお話ししたいです。つい先日、友達からハミルって人の気持ちを汲むのがうまいよね
って言われたんですけど、全然自覚なくて、その友達に、あなたの方が人に優しいじゃんって伝えたら、私は、感情を音楽に込めることしかできないからさ、みたいな返答をもらったんです。彼女はバンドをやっていて、曲作り担当しているみたいなんです。この会話で、私って自分のこと全然わかっていないんだな。彼女は自分のことを語れて羨ましいなって思ったんです。なるほど。それはとても興味深い話だね。自分自身を知ることや自己成長について、フリーダ・カーロのように創造的な活動を通じて得られるものは多いかもしれない。では、具体的にお話ししてみよう。フリーダ・カーロは自分の内面や痛み、文化を絵画という形で表現することで、自己成長を遂げたよね。彼女の作品は、自分自身を見つめ直し、自己認識を深める手段として機能したんだ。ハミルさんの友達も同じように、音楽を通じて自分の感情を表現し、自己成長を図ってきたんだと思うよ。そっか。でも、私自身がやりたいことって何にもなくて、そんな私でも、自己認識を深める方法ってあったりするのかな？確かに創造的な活動は、自分の感情や考えを表現する手段として非常に有効だとされているね。絵を描いたり、音楽を作ったり、文章を書くことで、自分が何を感じ、何を考えているのかをより明確に理解できるようになる過程を体験できるんだ。フリーダ・カーロも自分の内面を描くことで自己理解を深めていったよね。しかしながら、これが誰もが思いつく芸術活動である必要はないはずだよ。ハミルさんは今回の動画を作るにあたり、事前に情報を調べたり、話を聞いたことで感想を言葉にしたりしているよね。その全てがハミルさん独自の考えや思いを表現しているってことでもあるよね。そうか。私の友達は音楽を通して自分の思いを曲にしている。私はこうして偉人たちの言霊を通して感想を、考えを言葉にしている。こんな小さなことでも創造的な活動って言えるんですね。その通りだと思うよ。さらに自分の想像を形にしていくことは心の整理やストレス解消にもつながるんだ。フリーダ・カーロは自分の痛みや苦しみを絵画に込めることでそれを乗り越える力を得ていたよね。つまりどんな小さな創造的な活動であっても自己表現を続けることで自分自身の成長を感じられるようになるってこと。新しいスキルを習得し作り上げる過程で達成感や自信を得ることができるんだ。フリーダ・カーロも絵を描き続けることで自分の能力を高め芸術家として成長していったはずだよ。ハミルさんは言霊を調べることや知ることで心の声をアウトプットしているから、それは必ず成長や発展につながるはずだよ。例えばハミルさんはさっき強い女性への憧れを持つと言っていたよね。これは活動から自分のルーツや文化を再確認し新しい自分を発見しつつある過程であるってことなんじゃないかな。フリーダ・カーロの作品はメキシコ文化や先住民族の伝統が色濃く反映されているものもある。これって彼女は自分のアイデンティティを強化しそれを誇りに思うことが彼女自身の象徴となっていったってことだよね。ハミルさんも言霊の紹介という活動を通じて自分を表現し自己成長を図ることがすでにできているんじゃないかな。自分の気持ちや考えを大切にしそれを言葉にすることで新たな自分を発見するための最中ってことだと感じるよ。なんかありがとうございます。何か特別なスキルがないと自己認識すらできないのかと思っていたんですけど、簡単なことでもいいんじゃないかって気持ちになりました。まだまだ多くの偉人の言霊を紹介していきたいなって思いました。他にもディスカッションのテーマアイデアがあったけど、本当は全部お話ししたいくらいです。尺の関係で今日はここまでにしますけど、見てくださっている皆さんからも何かお話ししたいことがあればコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。フリーダ・カーロさんの言霊を学ばせていただきありがとうございました。皆さんここまでご視聴いただきありがとうございました。自分の内面を見つめ直す大切さや創造的な活動を通じて自己成長を図る方法について学びました。ここでもう一度あなたに問いかけます。あなたは自分をどのようにして表現しますか？フリーダ・カーロの言霊、私は自分自身を描く、それが私が最もよく知っている次第だからだは、自己表現と自己認識の重要性を強く教えてくれました。現代においても彼女の影響は強く残り、多くの人々にインスピレーションを与え続けています。創造的な活動を通じて自己成長を図ることは誰にとっても可能です。何か特別なスキルがなくても簡単なことから始めてみることが大事なのかもしれません。心に響く言霊コレクションでは
エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そして、コメント欄でご紹介した言霊について、やり取りできれば幸いです。それでは、良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊も、あなたの心に響け。